ロジック付属ソフト EFM1 のモジュレーターとキャリアのパラメータについて解説します。扱うのはこの部分です。ウェーブやフィックストの解説もします。この動画は FM 音源の基本知識がある視聴者を対象にしています。具体的には、このような FM 音源の音色を決める要素を理解している人です。モジュレーターとキャリアそれぞれにハーモニックという大きなダイヤルがあります。ここでは周波数に関する設定を行います。ここはオシレータの周波数を与えられたノート情報の周波数の何倍にするか決定します。設定が2の時は与えられたノート情報の周波数の2倍を出します。押しっぱなしでキャリアの周波数を変えます。次は、その横のファインです。先ほどのハーモニックが周波数を大きく変化させるのに比べ、ファインは細かい調整ができます。ハーモニックの設定間隔は1ですが、ファインはプラスマイナス 0.5 の範囲で変化します。キャリアのファインを変化させます。プラスマイナス 0.5 の範囲を音程で言うと、このようになります。このように、ハーモニックが上がるほど、ファインで設定できる音程の範囲は小さくなります。真ん中にある大きなダイヤル、インテンシティを解説します。FM 音源では、キャリアは、一定のペースでサイン波を出力しようとしますが、モジュレーターによってペースを乱されます。この乱す強さがインテンシティです。この式の B にあたります。モジュレーターとキャリアの関係は、散歩中の飼い主と犬の関係に例えられます。キャリアである飼い主は、サイン波を一定のペースで進もうとしますが、モジュレーターの犬が前後に引っ張って乱すと考えます。モジュレーターの周波数は犬の前後移動の振動。インテンシティは飼い主を引っ張る犬の力にあたります。フィックストをオンにすると、キャリアに送られる鍵盤情報をC1 に固定します。キャリアのハーモニックやファインは有効なので、求める周波数に変更できます。例えば、求める周波数が100だと、このようになります。フィックストをオンにすると、キャリアの周波数は、ノート情報による変化をしませんが、モジュレーターの周波数は、通常通り、ノート情報に合わせて変化します。フィックストをオンにして弾いてみます。モジュレーターの周波数が、ノート情報に合わせて変化しているので、音程が変化して聞こえます。EFM1 は、キャリアのハーモニックを0にできます。ハーモニックを0、インテンシティを0にして、キャリアだけの音を聞こうとしても音が出ないので、意味がないものと思っている人が多いかもしれません。しかし、ハーモニックが1で、
ファインが最小の時と、ハーモニックが0で、ファインが最大の時は、同じ音がします。したがって、ハーモニックの0は、数直線のこの部分だと素直に解釈できます。ハーモニックが0、ファインも0だと、周波数0ということになります。しかし実は、インテンシティを上げると音がします。これは、先ほどの飼い主と犬の関係で言うと、飼い主は自分から動こうとしないが、犬に引っ張られて付近を動き、音が発生する状態です。この式で言うと、A が0になり、B の項だけで出力しています。このように、キャリアの設定が0でも、モジュレーターからの影響により、サイン波の減点以外のところを出力します。また、犬の力が弱いときは、サイン波の減点付近の移動になり、モジュレーターの波形が、ほぼそのまま出力される、という特徴があります。そして、それがわかると嬉しいことがあります。このパラメータを調べることができます。ここに、モジュレーターの波形を選択するダイヤルがあります。EFM1 は、モジュレーターとキャリアの2オシレータの使用ですが、一般的に FM シンセは、もっと多くのオシレータを持ち、複雑にモジュレーションを行えます。EFM1 は、2オシレータしかないという欠点を補うためか、モジュレーターにサイン波以外も選べるようになっています。このダイヤルを最小から最大まで連続で変化させた時の音を聞いてみます。先ほど説明したように、キャリアのハーモニックを0にして、インテンシティはかなり小さく、8時くらいに設定します。いくつかの波形が次々に変わっていくようです。オートメーション機能を使うと、このパラメータは0から9の値を設定できることがわかります。そこで代表的な波形はパラメータ0から9の10個ではないかと予想ができます。パラメータを連続して変化させた音のデータを見てください。各整数のポイントでは音量が最大となり、その間では2つのデータの音量がクロスする挙動になっています。よって、各整数値で何かの代表波形が出力されて、その中間では2つの波形のミックスが出力されると断定して先に進みます。では、各代表波形を紹介します。以上で EFM1 のモジュレーターとキャリアのパラメータの解説を終わります。